こんにちは。ローズマリーはお庭やベランダで育てているという方も多くて身近なハーブですが、実は老化を防ぐ美容にとてもいい成分が多く含まれています。今日はそれをお話ししてから美容オイル作りをご紹介します。ローズマリーのエイジングケアにいい成分は脂溶性の成分に多くて、水で抽出するよりも無水エタノールや植物オイルで抽出する方が多くの有効成分を取れます。無水エタノールにつけると鎮気剤ができますし、植物オイルにつけると浸出油インフューズドオイルというのができます。これらには抗菌、抗炎症、抗酸化、抗アレルギー、抗チロシナーゼ、コラゲナーゼ活性阻害、光老化抑制などの作用があります。抗チロシナーゼというのは、チロシナーゼというのがメラニン色素を作る色素細胞、つまりメラノサイトが持つ酸化酵素のことで、紫外線などだけではなくストレスや睡眠不足、過労、妊娠、老化などでも活性化し、シミの原因となるものです。このチロシナーゼの働きを阻害してメラニンの生成を抑制してくれるという働きが抗チロシナーゼです。そしてコラゲナーゼ活性阻害というのは、コラゲナーゼというのがコラーゲンを分解する酵素で肌の張りを失わせてしまうものなんですが、これを防ぐという働きです。そして、光老化抑制というのは、言葉の通りなんですが、紫外線や赤外線などの太陽光線によるシミやシワ、たるみを抑えるということですね。ということで、なんだか難しい話になりましたが、とにかくローズマリーは実はすごく美と健康にいいんだということですね。では、エイジングケア美容オイルの作り方をご紹介します。まずローズマリーは洗ってざるにあげ、水分が完全に取れたら枝から葉を取ります。枝先に向かってしごくようにすると早くきれいに取れますよ。ちなみに柔らかい枝先の方が香りがいいです。そしてガラス瓶などの容器に入れ、そこへホホバオイルまたはマカデミアナッツオイルなどを葉が浸かるまで注ぎ入れます。そして蓋をして常温で時々振ったりしながら2週間以上置きます。冬場ですと1ヶ月以上日の当たる暖かいところに置いてください。1ヶ月以上置いたものがこれです。これをコーヒーフィルターなどでこします。オイルが緑色になって、もう若返ったらどうしようという感じですね。そしてこのままでも十分なのですが、さらに精油をお持ちの方はここに 0.5% 程度入れてください。精油は好みでいいですが、皮膚の再生を促してくれるラベンダー、ゼラニウム、フランキンセンスなどはいかがでしょうか。 0.5% というのはオイル 10ml に対して1滴です。ですので、もし 30ml のオイルができていれば3滴の精油を入れてくださいね。そうしましたら容器に移して完成です。朝と夜、化粧水の後に顔全体に優しく伸ばしてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。もしこの動画が何か皆さんの参考になったりお役に立てましたら、高評価お願いいたします。そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。